こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのモール糸で編むクロップド丈のカーディガンの編み方をご紹介したいと思います。こちらは沢田糸さんのシェニールという糸を使って編みました。ご覧の通りですね、こういうモール糸で編んでいます。ちょっとふさふさっとしたね、一本の毛にすごいギュッと詰まって、言ったらファーみたいな感じなんですけど、ギュ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 ッと詰まったこういうベロア調というんですかね。こういうモール糸で編んでいます。こちらの糸がですね、すごく肌触りがすごく良くて柔らかくて、しかも膨らみがあって、編んで最後仕上がってこれ、コーン状の糸なんですけど、4コーン使いました。なんですけど、すごく軽くて、着心地もすっごいいい糸になっています。それで、なんといっても私はこの、ダークチョコレートみたいな色がすっごい気に入って、もうこれ超可愛いと思って、編みたいなと思って編んだんですが、いかがですか？ちょっとね、動画だと、暗い色なんでちょっと角度によって色が変わっちゃうんですけど、かなり、色の深い深いダークブラウンになっています。で、そのダークブラウンにちょっとこのアクセントにね、このちょっとピンク色のムーっていう少し色が混ざっている糸なんですけど、こちらをアクセントで入れた感じのデザインになっています。で、編み地なんですけど、これね、ちょっと透け感がわかるかと思うんですけど、ここの引き上げ編みの立体感、すごく全体的にすっごくシンプルに見えるけど、立体感がここにあるんですね、引き上げ編みで。で、その間をちょっと方眼編みというか、透けてる感じの雰囲気の編み地で編みました。なので、立体感、全体的にすごくシンプルな編み地なんですけど、立体感と透け感があるっていう、おしゃれ見え間違いなし。ね。高見えもするし、おしゃれ見えもするデザインに仕上がったなと思ってます。でね、袖口と裾は、ちょっと3目 ×2 目のちょっと変則的なリブ編みにしてます。ちょっと太めでアクセント。で、前立と襟ぐりは 1×1 のリブですね。で、編んでボタンをつけてます。こんな前を開けてもちろん着ても可愛いし、こんな感じでトップスみたいな感じにして着ていただくのもすごくおしゃれかなと思ってます。で、私は今日はね、こういうちょっと黒のワイドパンツに合わせてるんですけど、デニム合わせてもいいし、今だったらトレンドのミニスカートとか合わせてもすごい可愛いなと思ってます。で、ワンピースにちょっと羽織るのもいいし、で、結構身幅もゆったり、たっぷり取ってるので、ちょっと肩からかけたりとかする感じでも結構長く着ていただけるカーディガンになったんじゃないかなと思っております。それでざっくりと編み方なんですけど、まず身ごろ全部編みます。パーツ前身ごろ、後ろ身ごろ、袖と編みます。で、このリブの部分なんですけど、これ実は身ごろから、通常であれば身ごろから拾ってリブを編んでいくと思うんですけど、それで邪道だよってもしかしたら言われるかなとは思うんですが、このリブ別々で編んでます、身ごろと。で、編んだ後に、ここを返し縫いでぐるーっと縫い止めて、重ねてね、身ごろとリブをこうやって重ねて、返し縫いで縫って、で、最後にこのピラピラっとなったところを縁でかがって、ちょっとここが、ちょっとね、立体的になるようにして仕上げてます。で、前立ても全部身ごろに乗っけて返し縫い。襟ぐりも身ごろに乗って返し縫いで剥ぎ合わせるっていうやり方で仕上げてます。なので、ちょっとね、通常とは違う編み方っていうか仕上げ方なのかなとは思うんですけど、それでも編みたいって方はぜひぜひ編んで。私はね、この仕上げ方すごい可愛くって気に入ってるんですけど、こういうところにちょっとこういう風にね、立体的に乗っけてる感が出るんですね。これがすごい可愛いなと思ってます。はい。で、編まれたい方。こちら、ちょっと本当に数量すごい少ないんですけど、糸もそんなたくさんない、もう在庫限りの糸らしいんで、そんなたくさん用意できないんですけど、ヒット販売するので、ぜひオンラインストアの方も見ていただけたら嬉しいです。はい。それではですね、編み始める前に概要欄に毛糸の詳細、針何号を使ったなど記載します。あと、先ほどお伝えしたオンラインストアですね。オンラインストアに、キット、あと、編み図ですね。もう別の糸で編むよって方用に、編み図も販売するので、編み図。あと、毛糸の購入先、小沢大糸さんのオンラインストアの URL も記載します。あと、インスタグラムやってるので、SNS の URL 記載するので、もしよかったら見てみてください。そして、いいね、フォローいただけたら嬉しいです。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。
本日はこちらの糸を使って編んでいきます。沢田糸さんのシェニールとムーという糸です。こちらのシェニールという糸をメインにして編んでいきます。こちらがモール糸で非常に柔らかくて肌触りのいい軽い糸になっています。で、こういう見るから見てわかる通り、このベロアっぽいモール調の糸です。で、お色がダークブラウンになります。で、こちらのムーでちょっとアクセントにステッチを入れていきます。こちらがピンクですね。お色がピンクです。で、こういう感じのちょっとピンクの同色の糸が混ざった糸で、このループ状の、これも非常に軽くてふわふわですごい可愛らしい糸になっています。そして使用する針がこちらの3号針ですね。かぎ針3号針と棒針の3号針を使って編んでいきます。で、今これ動画を撮るので輪針にしてますが、全然棒針、こちら輪針を輪針として使わずに、棒針、長い棒針でも全然代用は効くので、持っている方を使っていただければと思います。それではですね、本日はこういった柄を編んでいきます。このようにメッシュのこの部分と、このメッシュとメッシュの間、ここですね。ここがちょっと動画だと見えづらいんですが、ポコポコとなっています。こんな風に立体的になっていて、ここが引き上げ編みのクロスになってるんですね。なんで透け感と立体感のある柄を編んでいきます。ただ、こちらの、糸だと動画ではちょっと伝わりづらくて編み方が目が見えにくいんですね。なので、こちらのムーで編み方説明して柄の編み方ですね。このくらいのゲージを、編んで柄の編み方を説明します。で、その後ですね、皆さんそれぞれ編み図を見ながら、この身ごろの部分、かぎ針で編んでいっていただいて、で、動画は次はこのリブの部分の編み方を説明します。で、それぞれこの身ごろとリブの部分ですね。前身ごろ2枚、後ろ身ごろ、袖2枚編んで、で、リブも前身ごろ2枚、後ろ身ごろ、袖2枚編む。で、そうしたら、この裾の剥ぎ合わせ方をまず説明します。で、その次に、各パーツを組み上げて身ごろを作る。そして前立てと襟元を作る。という風な形で説明をしていきたいと思います。それではこちらが本日の作品の、編み図の柄の部分ですね、アップにしました。こちらの柄が6目2段で一模様となっています。このピンクの編み書きしているところが一模様ですね。それではまず1段目、作り目から編んでいきます。それではまずは作り目を23目していきます。先ほど黄色く囲っていたところをちょっと編んでいこうかなと思います。まず糸をこのように持ってですね、針を鉛筆を持つように持ちます。で、糸の下に針を当ててくるっと回して針に糸をかけて輪に通します。これで編み始めていきます。鎖編みをまず23目していきます。針に糸をかけてこの輪に通すと鎖の目ができていきますね。はい、このようにして23目編んでいきます。23目編み終わりました。それでは次1段目ですね。すべての目に細編みを編んでいきます。細編みを編みます。で、1段目編む時ですね、作り目の鎖1本と裏山を拾っていきます。鎖がこのようにこんな風にですね、輪になってます。で、こちら側の1本を拾って、で、裏側にこういう風に裏山があるので、この鎖1本と裏山を拾います。そうですね、この裏山ですね。こっちが裏山。編みます。それではまずは立ち上がり鎖1目をして作り目の23目目にですね、このように針を入れて鎖1本と裏山を拾って細編み、これを23目ですね、細編みを編んでいきます。
1段目編み終わりました。それでは次2段目ですね。2段目はここの、長編みの部分を立ち上がり3目で編んでいきます。鎖2目、コマ編み、鎖2目、そして長編みを3目、そしてまた鎖2目、コマ編み、鎖2目、そしてまた長編み3目というのを繰り返していきます。で、この鎖2目のところはですね、このコマ編みを1目飛ばしていきます。それでは2段目を編んでいきます。立ち上がりを1、2、3目くるっと回して、さらに鎖編みを2目ですね。で、1目飛ばして、その次の目にコマで鎖編みを2目、次の目1目飛ばして、その次の目から長編みを3目です。はい、3目編めました。そしてまた2目鎖編みを編む。で、1目飛ばして、その次の目にコマ編みを1目で鎖編み2目で針に糸をかける、1目飛ばして長編みを3目という風に、2段目は編んでいきます。2段目編み終わりました。こんな風にですね、偶数段はこのモコモコします。それでは3段目からいよいよですね、繰り返していくパターン編んでいきます。次3段目立ち上がり鎖3目で、この鎖2目を即ですくって長編みを編みます。そして鎖編み1目、前段の鎖2目を即ですくって長編み、そしたら次はこの交差を編んでいきます。長編みの表引き上げ編みをこの前段の1、2、3目の3目目ですね、この長編みの3目目、この長編みの足を引き上げて編みます。で、鎖編み1目編んだら、今度また前段2目戻って、ここの長編みの足をすくって長編みを編みます。そしてまた次鎖2目を即ですくって長編み、鎖編み、長編みという風に編んでいきます。次3段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目、前段のこの鎖2目を即ですくって長編み、そして鎖編み1目、また隣のこの鎖2目を即ですくって長編みですね。はい、そして針に糸をかけて、次は長編みの引き上げ編みの交差を編みます。1、2、3目目の足をすくって針に糸をかけて、長編みの表引き上げ編みを編みます。そして鎖編みを1目編みます。次は針に糸をかけて、前段長編み1、2、3目あるここ一番右側の長編みの足の拾って長編みの表引き上げ編みを編む。このように交差されて立体的に編めます。で、次長編みを前段のこの鎖2目を即ですくって編む。はい、これで一模様編めました。ここがこう立体的になっているのがわかるかなと思います。それでは続き編みます。鎖編み1目、長編み。先ほど編んだのと同じように長編み、表引き上げ編みの交差を編みます。鎖編み1目をこの1目目に長編みの表引き上げ、そして長編み、
このようにして編みます。こんな風に3段目が編み終わりました。次4段目編んでいきます。4段目はこの2段目と同じ編み方、そして同じ編み方なのですが、この長編みの1目目と3目目が表引き上げ編みになります。で、表引き上げ編みはこの前段、この交差した長編みですね。そちらの足を拾って引き上げていきます。4段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、そしてさらに2目。それでは次、まず細編みをこの長編みと長編みの間の鎖編み1目を側ですくって細編みを編みます。そして鎖編みを2目。次は、表引き上げ編みなので、今これ裏から見ています。こちらが表ですね。で、この表から見た状態の時に、ここに2本表引き上げ編みが来たいので、編み方としては裏引き上げ編みを編むことになります。針に糸をかけます。この交差しているこの右側にある長編みの足ですね。ここにこんな風に針を入れます。そして長編みを編みます。こうすると表から見た時に表引き上げ編みが編めてます。はい、次の1目は引き上げ編みと引き上げ、前段のですね、引き上げ編みと引き上げ編みの間のこの鎖1目を側ですくって編みます。で、その次の目はまた先ほどのように裏引き上げ編みですね。裏引き上げ編みを編みます。こうするとこんな風にクロスして、ここにまっすぐの長編み、クロスの長編みとまっすぐの長編みがこのように出てきて、ちょっとちっちゃいケーブル編みのように見えます。で、この長編みと長編みの間はここに引き上げ編みじゃない通常の長編みが1目あります。はい、それでは続き編みます。次は鎖編み2目、前段の長編みと長編みの間の鎖編みを側ですくって細編み、鎖編み2目、また先ほどと同じように編んでいきます。ここですね。次はここで、その次ですね、ここ拾っていきます。長編みを足を拾って長編み、細編みを側に拾って長編み、そしてまた長編みの足を拾って細編み、そして鎖編み2目、このようにして編んでいきます。こんな感じで4段目が編み終わりました。表から見るとこんな風になってます。ここですね。立体的に小さなケーブルがこんな風に編めています。これを続けて編んでいきます。こんな感じになりました。ここの部分がメッシュの透け感のある部分で、この透け感の間にこういう風に立体的なちっちゃいケーブル編みのような柄が入ってきます。この透け感と立体感のバランスがすごく可愛い柄となっています。この柄を先ほどのシェニールというモール糸で編んでいきたいと思います。ここから先はですね、図案を見ながらまず身ごろの部分は編んでいっていただけたらなと思います。こんな形で、これが左前身ごろですね、編めました。ここが編み始めの部分から始まってまっすぐ柄を編んでいきます。ここまで。そしたらここからはぐーっとアームホールのカーブが入ってきますね。
で、こっちは襟ぐりのカーブ。で、最後は、ここはね、肩傾斜は今回つけてません。まっすぐ編んで編み終わりとなっております。こんな感じで結構ちまちまコツコツ編まなきゃいけないのですが、身ごろ、前身ごろ、右左2枚、後ろ身ごろ、そしてあと袖を2枚ですね。まずは編んでいってください。はい、全パーツ編み終わってスチームアイロンを寸法通りにかけました。これが袖のパーツで身ごろのパーツ。こんな感じで編み終わってます。こちらが寸法になってます。後ろ身ごろ、前身ごろ、袖ですね。今この前身ごろは、左前身ごろの、パターンが載ってますが、右もサイズ感は共通です。でこのサイズに合わせてですね、裾幅52、身幅も52、肩幅44、着丈は36。このように寸法が記載されてますので、この、寸法に合わせてピンを打ってスチームアイロンを裏から当てて、いってます。それでは、裾と袖口のリブを編んでいきます。リブがですね、リブが表目3目、裏目2目の3目と2目のリブ編みを編んでいきます。で、このリブは裾から編んでいって、で、身ごろとは、縫い合わせて仕上げていきたいと思ってます。まずは、棒針ですね。この棒針が3号針です。この糸端、リブは糸を2本取りにして編みます。こんな風に2本コーンを用意して、糸を2本こんな風に引き出します。で、糸端は1メーター弱ぐらい残してから作り目を作っていきます。指でかける作り目です。糸端こんな感じでギュッと輪にします。で、この輪の中に棒針を入れます。で、キュッと引き締める。で、残しておいた糸端側を親指側でコーンにつながってるのを人差し指にかけます。2本というか4本っていうかね、こんな風に小指と薬指で持って人差しと親指にこうやって糸をかけます。これで指にかける作り目をしていきます。親指の手前側を下からすくいます。人差し指の手前側を向こう側からすくいます。そして親指の輪に通します。これが指にかける作り目です。これを繰り返していきます。親指の手前から人差し指も向こう側から。で今はこれ前身ごろの裾のリブなので、作り目を63目していきます。作り目が終わりました。そうしたら1本抜きます。こんな感じで1本だけ抜きました。これで指で作る作り目が完成です。それではですね、リブを編んでいきます。で、今この作り目がもう1段目とカウントします。なので次は2段目ですね。で、偶数段は裏から編んでいく。裏を見て編んでいくのが偶数段。表を見て編んでいくのは奇数段という形になってます。なので、表3目、裏2目、表3目、裏2目のリブ編みなので、今裏から見て編んでるので、まず裏を3目編みます。で、表を2目、裏を3目、表を2目。で、最後に裏を3目っていう風に編んでいきます。はい。糸をこのようにかけます。で、この編み始めの糸は置いておきます。こんな感じで指かけて、糸をですね、手前側に持ってきます。で、この針にかかってる輪の1目目、こんな風に針を入れます。右から左に。そして針に糸をかけて、はい、これで裏目が1目編めました。同じように
編んでいきます。で、これ2本取りにしてるので、うっかり1本しかすくわなかったっていうことがないように気をつけながら編んでいきます。はい、これで裏目が3目編めました。次は表目ですね。表目は手前側からこうすくうように針を入れます。こんな風に。そして向こう側に置いてある糸を針にかけて引き出す。下からすくって針にかけて引き出す。これをですね繰り返します。今表2目編めました。次裏が3目。1、2、3。で表2目で裏3で表2、これを繰り返します。裏3表2を繰り返して編んでいきます。2段目編み終わりました。こんな感じで編めてます。次3段目ですね。3段目こんな風に左手側に今編んだ方を持って右側に棒針。次は奇数段3段目なので表3裏3と編んでいきます。表編むときは糸は向こう側ですね。表3裏3裏2ですね。表3裏2表3裏2。はい、こんな感じで、表3目裏2目のリブ編みを身ごろなので、20段ですね。身ごろは20段編んでいきます。こんな感じで20段編み終わりました。それでは最後は伏せ止めをしていきます。伏せ止めはですね、この1目編んで次の目を編んで手前の輪をかけるっていう風にして伏せ止めをしていきます。まずこの前段に沿って編みます。表目のところは表、裏目のところは裏目を編んでいきます。表目を編みます。でもう1目表目を編む。そしたらこの手前のここの輪をかけます。これを繰り返します。表目を編む、手前の輪を今編んだ目にかける。こうすることによってこの右側からどんどん針から外れて、伏せ止めができていきます。で次は裏なので裏目を編む、手前側をかける、これを繰り返します。表のところは表を編んで輪をかけていく。で裏のところは裏ですね。こんな感じであんまり力強くギュンギュンに引っ張ったりせずに、今まで編んできた目と同じぐらいのサイズ感の輪を作りながら編んでいくといいです。あんまりギュンギュンにしちゃうとちょっときつくなっちゃう。こんな感じで外れてこの上が閉じられていきます。こんな感じでリブが編み終わりました。ちなみに袖口のリブはこんな感じです。ちょっと変則的な感じのリブがされてます。でこっちが裏ですね。それでは次はこのリブをこの身ごろにつけていきます。でその前にこの糸を始末していきたいと思います。で糸はとじ針に通して裏側で見えないように始末していきたいなと思います。
こんな感じで内側にしまっていきます。で、いらない分はカットします。それではこのリブと身ごろをくっつけて剥ぎ合わせていきます。で、必要なものがこのとじ針と待ち針ですね。必要になります。そうしたらこの今リブの方が少し小さいです。このリブを伸ばしながらつけていきます。で、つけていくときに今回はこのとじ針を使って返し縫いでほんとチクチクと縫って閉じていくとか剥ぎ合わせていきます。で、剥ぎ合わせる位置はこの身ごろの1段目のこの細編みの足の部分とこの伏せ止めをした段、この辺を目安に、針を入れて剥ぎ合わせていきます。なので待ち針でこのようにして身ごろは細編みの足の部分、リブの部分は伏せ止めの下あたりに針を入れて待ち針で留めていきます。で、端っこと端っこをまず最初に留めます。こんな風に。で、次は真ん中。で、その次はこことここの間。という風に間を取りながら針を打つことでこう均等に伸ばしつけできます。こんな風に針をつけて上下を留めていきます。で、剥ぎ合わせるときは糸を一本取りで剥ぎ合わせていきます。とじ針に糸を通してこんな風に通して剥ぎ合わせていきます。右端から縫っていきます。針をそうですね、下から入れようかな。下から入れて少し内側に針を入れます。で、糸端は少し残しておいて右側に戻ります。で、次はこの辺、今ここから糸が出てぐるっといったので、この糸の次の目のあたりに針を出してこのように縫っていきます。返し縫いで縫ってこうやって返し縫いで縫い合わせていきます。イメージとしては布があって糸が出て針を入れて今度またここから針を出してここに入れてこんな風にくるくると縫っていきます。
剥ぎ終わりました。こんな感じで剥げています。そうしたら、この剥ぎ終わった糸ですね。糸は、内側の見えにくいところに、こんな感じで隠して、始末をします。それでは、このリブの上端ですね。このちょっとピラピラなった上端。ここをかがって飾りのステッチを入れていきます。こんな風に。糸を2本取りでもいいですし、ステッチなので、1本を少し長めに針に通して、で、こんな感じで、ちょっと長めにですね。用意して、ステッチをしていくでもいいと思います。こんな感じですね。この端からかがっていきます。この、ちょっとピラッとなってるこの上端ですね。これをもうほんとくるくると、こんな感じで、くるくると巻きかがっていきます。これでちょっとアクセントになるかなと。それでさらにこのムーという糸がループのちょっとミックス、カラーミックスの糸なので、それもまたアクセントになって、すごく可愛く仕上がると思います。こんな感じですね。こんな感じでステッチを入れて飾りにしていきます。それでは次は袖口のリブをつけていきます。つけ方は一緒です。で、この結構袖口はリブが小さくて、この袖のね、袖口の方ですね。ここが結構差があるんですね。なのでちょっと、この差を、先ほどのやり方ですね。右端、左端を止めて、から真ん中を止めてという方法で止めながら、この結構グッとリブの部分ですね、をグッと開く感じにはなるのですが、この差をね、綺麗に上手に合わせていってもらえたらなと思います。こんな感じです。で、ここを縫ってぐるぐるっと巻きかがっていきます。すべてのパーツが編み上がって、リブもつけて、模様のステッチも入れました。それでは次はこれを組み立てていきます。それでは身ごろを組み立てていきます。まずは肩を剥ぎ合わせます。こちらが前身ごろ2枚ですね。右左。そして後ろ身ごろとなっています。この、後ろ身ごろと前身ごろの肩をですね、中表にして剥ぎ合わせていきます。このようにペラッとね、合わせます。で、今こちら側が裏側で合わせた方が表ですね。中表にして合わせます。そして柄ですね。柄をしっかりと合わせます。このメッシュの部分があるので、位置は分かりやすいかと
思います。柄がずれないように合わせて待ち針などで留めておきます。それでは細編みと鎖編みで閉じていきます。かぎ針は3号針、針は1本取りで、閉じていきます。まず1目めに針を入れて、今手前側は、長編みの頭の鎖、向こう側は立ち上がり鎖3目の3目めに針を入れてます。ここから編んでいきます。糸をかけて引き出して立ち上がり鎖1目を編む。そして同じ場所に針をまた入れて細編みを編みます。ここから細編み1目、鎖編み2目、細編み1目、鎖編み2目で編んでいきます。鎖編み2目を編んだら真ん中ぐらいの場所に針を入れて細編みで鎖編み2目、そしたらこのメッシュの部分ですね、ここに鎖編みがあると思うんですが、この鎖編みを側ですくってこのように編みます。で鎖編み2目で、次はここからは前段がこの長編みを交差してて、この真ん中に鎖編み1本があると思うので、この真ん中の鎖を側ですくって編んでしまいます。こんな風に。で鎖編み2目で、今度はここの細編みを側ですくって細編みで鎖編み2目間の鎖編みを側ですくって細編み鎖編み2目細編み、こんな感じで剥ぎ合わせていくと、表から見るとこういう風に綺麗に閉じれています。これを閉じていって、反対側の肩も閉じていきます。肩が剥ぎ終わりました。そしたら次は袖を剥ぎ合わせていきます。次は袖山を合わせていきます。ここがアームホール、こっちが袖山ですね。で、まずこれを中表一緒ですね。基本的には同じです。肩の部分と。まずはこの袖山の袖中心の部分、この真ん中を肩線の部分に合わせます。で、この脇と袖下の部分を合わせてピンを打つ。で、この袖山を合わせていって、真ん中のだいたい真ん中ぐらいですね、部分に待ち針でこんな感じで合わせていきます。で、待ち針で合わせたら先ほどと同じように、細編みと鎖編みで細編みと鎖編みで、合わせていきます。はい、で編んでいきます。立ち上がり鎖1目して細編みで鎖編み2目、先ほどのように柄が同じではないので、身ごろと袖の部分ですね。だいたいこの鎖2目の長さの場所に針を入れて細編み鎖2目編んで
鎖2目ぐらいのところに針を入れて細編むという風にして編んでいきます。鎖2目細編み、鎖2目細編み、鎖2目細編み、こんな感じで結構綺麗にこのように剥ぎ合わされていきます。これを右肩左肩、右アームホール左アームホールですね、剥ぎ合わせていきます。それでは次は脇と袖下を閉じていきます。この棒針編みのリブの部分とかぎ針編みの部分があるので、かぎ針編みで編んだこの身ごろと袖の下ですね、袖下は先ほどと同じように細編みと鎖編みで閉じます。で、このリブの部分ですね、リブの部分は閉じ針とこの糸を1本通してこれで閉じていきます。それではすくい閉じという閉じ方で閉じていきます。閉じていく場所はここにここに表目が3目1、2、3目あると思うのですが、この1、2、3の2目目と3目目の間のこの横に渡ってる糸ですね、これをすくっていきます。これをシンカーループというのですが、ちょっとね見えにくいんでちょっとこの辺で説明すると、こういう風にこの表目と表目の間にこんな感じで横に渡ってる糸があるんですね。これをこちら側とこちら側を交互に作っていってすくい閉じをしていきます。それではこんな感じで閉じ針に糸をつけてもらって、ちょっと先にこの辺で糸を通していきます。こんな感じで。で、ここから閉じていきます。まずはこの左側の作り目のあたりに針を入れます。こんな感じ。こんな風ですね。そしたら1本目のシンカーループをすくいます。1、2、3本表目があったら2、3の間をすくう。反対側も1、2、3あったら2、3の間をすくう。これを上までですね、ここからここまで繰り返して閉じていきます。で、ある程度閉じたらこれを引っ張るのですが、ちょっとこの糸がすごい滑りづらいので、こんな感じで1本ずつ引っ張っていきたいと思います。どうしてもこの作業が難しいなって方は、中表に閉じたりして縫ってもいいかなと思います。で、引っ張るときは糸がプチッと切れないように力を加減しながら、こんな感じでギュッと引っ張っていきます。そうするとこんな風に綺麗に
閉じることができます。こんな感じで閉じ終わりました。綺麗に閉じれてるのではないでしょうか。そしたらこれをくるっと裏返して、今度はかぎ針で閉じていきます。ちょっと糸が余ったので、まずこれで編んでいって、足りなくなったらまた糸を追加して編んでいくようにします。細編み、鎖編み目、こんな感じで閉じていきます。はい。で、反対側まで来たら、反対側までかぎ針で編んだら、ここもすくい閉じで閉じます。で、それを両脇、閉じていきます。はい、身ごろが完成しました。綺麗にできたのではないでしょうか。脇と袖下も綺麗に剥げていって、このリブの部分もですね、いい感じに剥げてます。はい、それでは次は前立てと襟ぐりを編んでいきます。前立てと襟ぐりは一目ゴム編みになっています。そして前立てと襟ぐりはですね、糸を2本取りにして3号針、棒針の3号針で編んでいきます。で、動画ではこの右の前立てですね、こちら側、このボタンホールが開いている右身ごろの前立ての編んで説明をします。指で編む作り目をして、一目ゴム編みの編み方を説明します。そして10段編んで伏せ止めをします。で、途中でボタンホールがあるので、途中でボタンホールの編み方も説明をします。で、左前身ごろですね。左前身ごろの前立ては、こちらの右前立てと書いてるこちらの図案。これのボタンホールがないものが、左身ごろの前立てになります。で、襟ぐりはですね、この右前立てのボタンホールと同じ編み方で、ボタンホールを一つだけこの端に編んで、あとは作り目99目で、作り目をしたものを10段編んで、最後伏せ止めという形になっています。で、こちらが襟ぐりの図案ですね。で、こちら前立ての図案という風になっています。なので、まずは動画で右前立ての編み方を説明していきます。それでは糸を2本こんな風に取っていって、編み始めるときに糸端を、だいたい1メーター弱ぐらい残しておきます。で、途中を1メーター弱残した場所ですね。そこをこのように輪にします。そしてその輪の中に棒針を入れます。ちなみに今私は輪針を使ってますが、輪針じゃない棒針でも、まっすぐな棒ですね。丸のついた棒針でも問題ないです。で、ここから指にかける作り目を、69目していきます。こちらが糸玉につながっている方、こちらが糸端ですね。このように下から指を入れて、こことここ、この2本を薬指と小指で挟みます。このようにして持ってから編んでいきます。で、親指側、まずはこのように親指を上に返して、下側から糸をすくって、今度人差し指の方、向こう側から針に糸をかけて、この親指の輪を通します。そしてキュッと引き締めます。同じようにもう一回編みます。親指返して下からすくって人差し指側かけて輪に通す。キュッと引き締める。手前から向こう側からキュッと引き締める。
手前側から向こう側から。これを繰り返して全部で69目ですね。編んでいきます。作り目が69目できました。それでは図案通りに1目ゴム編みを編んでいきます。で、作り目が1段目となります。なので2段目です。奇数段が表、2段、偶数段が裏となって裏から編むとなっています。なので、編み図では表目2目から始まるのですが、2段目偶数段なので裏目2目から編んでいきます。表から見ると表目が2目並ぶ形ですね。裏目を2目編む。で、ここからは表裏表裏と交互に編んでいきます。裏表裏表1目ずつですね。1目ゴム編みなので表と裏を1目ずつ交互に繰り返して編んでいきます。でまずはこの編み方で4段目までですね編んでいきます。で5段目でボタンホールを開けるように編んでいきたいと思います。4段目まで編み終わりました。それでは次は5段目です。5段目はボタンホールを途中で開けながら編んでいきます。それでは編んでいきます。5段目、まず14目編みます。表目を2目編んでから裏表と14目編んでいきます。14目編み終わりました。ここの表目まで編めています。次は掛け目をして左上2目一度と続けて編みます。ここでまず掛け目ですね。針にこのように糸をかけます。そしてこれがこの丸の場所ですね。で次左上2目一度編みます。左上2目一度はこの左側の針にかかってるこの2目ですね。この2目を左側から針を入れて表目を編む。それが左上2目一度になります。1、2目ありますね。左側から針を入れて糸をかけて表目を編む。これでこのように掛け目左上2目一度と編めました。それではそこから次は15目ですね。次は15目。14目ですね。今ここに1目あるので1。これを左上2目一度1目とカウントして残り14目裏表裏表と編んでいきます。15目ですね。この左上2目一度の1目を入れて15目編めました。それではまた先ほどと同じように編みます。針に糸をかけて次左上2目一度を編む。そしてまた裏表裏表と編んでいく。これを指示通りに繰り返していきます。こちらですね。この指示通りに繰り返してボタンホールを1、2、3、4個開けながら5段目を編んでいきます。5段目編み終わりました。次6段目を編んでいきます。ここ6段目は基本的にはもう前段に習って編んでいきます。裏裏表裏表と編んでいって、この掛け目のところですねが来たらこのように針を入れます。こちら向こう側から入れるのではなく、針のこの手前からですね、手前からすくうように針を入れて糸をこのようにかけて編みます。これでボタンホールが
開きました。次の掛け目のとこも来たので、もう一度編みます。手前側から針を入れて、糸を針にかけて引き出して、はい、ボタンホールです。このようにしてボタンホールの、掛け目のところですね、編んでいって、その他のところは一目ゴム編みを編んでいきます。これでボタンホールの段が、完成した、その次の段もですね、完成してボタンホールが開きました。それではここ以降は10段目まで図案通り表裏表裏一目ゴム編みを編んでいってください。10段編み終わりました。それでは最後伏せ止めをします。表目のところは表目で編んで、伏せ止め、裏目のところは裏目で編んで伏せ止めという風に全部の目伏せ止めをして針から外していきます。編み終わりました。それでは、右身ごろの前立てが編み終わりましたので、次は左身ごろの前立て、このボタンホールがないバージョンですね。そして前立てじゃなくて襟ぐりを編んでいきます。襟ぐりはここにボタンホールが1個開いて、あとはボタンホールがない状態、作り目99目になります。こちらが詳細です。こちらの図を見ながら、編んでいっていただけたらと思います。前立て2本、そして襟ぐりが編めました。この前立てと襟ぐり、スチームアイロンで軽く形を整えて、糸は始末したいと思います。それでは前立てと襟ぐりを身ごろと剥ぎ合わせていきます。まずはですね、前立てを返し縫いで剥ぎ合わせる、左右ですね、剥ぎ合わせてから襟ぐりを剥ぎ合わせていきます。このように身ごろに合わせます。で、伏せ止め側が身ごろ側ですね。こっちが作り目側です。このように位置を合わせて身ごろに乗せてピンを打って位置を固定してからとじ針で縫い留めていきます。基本的にリブをですね、身ごろと剥ぎ合わせた時と同じ縫い方というか剥ぎ合わせ方になります。このようにして剥ぎ合わせて、前立てが剥ぎ合わせられたら、襟ぐりも同様にこのように留めて縫って剥ぎ合わせていきます。前立てと襟ぐりが付け終わって身ごろ完成です。で、実はここにポケットがついています。ポケットあったら可愛いかなと思って一つつけました。そしてもう一つこんな感じで編んでるので、ここに縫い付けていきたいと思います。でこちらがポケットの編み図になります。位置は編み図にこのように記載してあるので、同じ位置につけていただけたらと思います。それではポケットをつけていきます。編み終わった糸を少し長めに残してとじ針にこのように通します。それで、くるくるとかがっていきます。で、ポケットは身ごろと同じ柄なので、この縦の位置とか横ですねを合わせて、つけていきます。で、くるくるとかがっていきます。糸がそんなに目立たない、柄が目立ちにくい糸なので、あんまザクザクすぎてもダメなんですが、すごい綺麗にとまでいかなくても大丈夫かと思います。で、違う糸でもし編まれる方は、目につく場所なので丁寧にかがっていくと仕上がりが綺麗かと思います。
ポケットが付け終わりました。こんな感じでね、ちっちゃいポッケです。それではいよいよ最後の工程です。ボタンをつけていきます。ボタンは直径 25mm のボタンが5個です。今回はこのような水牛調のボタンを用意しました。それではこんな感じでとじ針に、糸を通してつけていきます。今回ボタンも大きめなので、このボタン大きめ、糸細めなので、これでつけていきたいと思います。それではしっかり位置を確認してですね、つけていきます。チャコペンなどがある方はチャコペンで印をつけていっても大丈夫です。はい、ボタンがつきました。こんな感じになります。このようにしてボタンをあと残り4つですね、つけていきます。ボタンがつきました。最後にネームをつけていきます。はい、ネームがついて完成です。はい、それではサイズを測っていきます。若干そうですね、縮んだり伸びたりじゃないですけど、それぞれ癖はあると思うのですが、身幅が53センチ、着丈が41で、肩幅が42の袖丈が 52.5 センチになっています。重さです。
367g。4玉と4コーン以内で完成します。いかがだったでしょうか？かなりね、これね、私ね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいかかって編んだんですよ。もう細い3号針でちまちま編んで、もうようやく完成してめちゃめちゃ気持ちのこもった作品になってるんですが、皆様もぜひね、今から本当に編み始めて、真夏はちょっとね、暑いと思うんで、秋口にも全然いいですし、冬の間もね、着れたりとか、結構長く、そしてすごくいい糸なので、長い年月ね、大事にしていただけると思います。ぜひぜひ編んでみてください。もちろんね、この糸じゃなくても絶対思い入れのあるすごい可愛い作品になると思うので、ぜひ編んでいただけたらと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。